こんにちは、セリナです。今回は7月21日発売、クレド工房店のモンブルクルールクアドリ全12色の中から人気の6色をご紹介していきます。今回のリニューアルでスキンケア発想のトリートメントアイシャドウに生まれ変わったということで、こちらもかなり注目度が高いアイシャドウですよね。そしてこのモンブルクルールクアドリは全12色のカラー展開ですが、それぞれクール、ニュートラル、ウォームという3つのカラーカテゴリーに分かれているので、それぞれのカテゴリーの中から人気色を2色ずつご紹介していきたいと思います。また今回もパレットの中の1色ずつを単色塗りでお見せした後、メイクルックもご紹介していきますので、カラー選びに悩まれているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、クレド工房店モンブルクルールクアドリ。光がもたらす彩りの影。光が海の色を変えるように表情までも変える。色彩や輝きの原点である光にフォーカスし、独自技術によって魅惑的な陰影のグラデーションを演出。つけたての鮮やかな発色と滑らかな質感が長時間持続。新発想のトリートメントアイシャドウでまぶたそのものを美しく。こちらのアイシャドウは光によって表情を変える海をモチーフにした12色展開となっていて、それぞれクール、ニュートラル、ウォームという3つのカラーカテゴリーに分かれています。今回はそれぞれのカテゴリーから人気色を2色ずつご紹介していきます。まずクールからは1番のサンドデューンクールベージュ。月光を帯びた砂の丘に希望の朝日が降り注ぐ。続いて6番のキャビアパールクールリッチブラウン。海の神秘をかたどった黒蝶真珠の優美な色彩。続いてニュートラルからは9番のピンクコーラルシェルピンク。真上から照りつける太陽が見つけたピンク色の貝殻。続いて10番のシーグラスグリーン。光をまとった海藻が波のリズムとともに揺らめく。そしてウォームからは2番のビーチレブルウォームベージュ。日の入りのカーテンコールに包まれた浜辺の小石。そして8番のウォームオーシャンサンセットオレンジ。ぬくもりに満ちた海が見せる夕暮れのマジックタイム。以上の6色をご紹介していきます。それでは早速クール、ニュートラル、ウォームのカラーカテゴリーずつに分けてご紹介していきたいと思います。まず1色目、クールカテゴリーからはこちら、1番のサンドデューンです。1番はカラーカテゴリー関係なく12色全体の中でもかなり人気の高いカラーだそうです。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきたいと思います。今回のパレットはこちらの左下から順に A、B、C、D というカラー番号が振ってあって、こちらの A のカラーはプライマータイプ、B から D は全てパウダータイプという構成になっています。それではまず A のプライマーです。こちらの A のプライマーは
しっとりとしているクリームテクスチャーですが、かなり軽くて油分感が抑えめなので、こういったクリームテクスチャーをベースに塗るとパウダーが密着しすぎてしまってうまくグラデーションが作れないという方にもかなり使いやすいタイプのプライマーだと思います。はい、まずは1色目 A のプライマーはこんな感じでした。パレットで見るともう少しピンクっぽいベースのカラーがつくのかなというふうに思いましたが、まぶたの上にのせてみるとかなり明るいホワイトに近いようなピンクのカラーがうっすらとつく程度でした。そして質感としては伸ばしていくとすぐに表面はサラサラに整うので、いつまでも油分感が残ってしまうプライマーという感じではなく、とても使いやすいと思います。程よく微細なラメがキラッと輝く感じもアクセントになって可愛いです。続いて B のカラー。こちらはパウダータイプですが、手元で見た時に反対側に塗っているプライマータイプと同じくらいしっとりとした質感でした。まぶたの上にのせてもこんな感じで、かなりクリーミーなパウダーが肌に馴染んでくれます。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。B のカラーはパウダータイプですが、反対側に塗っている A のクリームテクスチャーのプライマータイプと同じくらいのしっとり感を感じることができる粉質でした。程よい重さも感じてしっとりとしていてクリーミーな粉質なので、カラー自体はナチュラルなミディアムカラーくらいの濃さですが、まぶたの上でもしっかりと発色してくれました。こちらはブランドサイトにスキンケア発想のアイシャドウという記載もあるくらいなので、どんな感じの質感なのかとても楽しみにしていましたが、パウダータイプもかなりしっとりとしているので、目元の乾燥が気になるという時や、パウダータイプのアイシャドウを使うとパサついてしまうという方にもとても使いやすいと思います。こちらはクールベージュのパレットなので、B のカラーはこんな感じで、少しパープルの要素も感じるような寒色系のベージュ系カラーです。シルバー系の微細パールが効いていてとても上品です。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。C のカラーも同じくパウダータイプです。こちらもかなりしっとりとしている粉質です。少し深みがあるような発色ですが、伸びもいいのでこんな感じで指でも問題なく塗ることができます。はい、C のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少しグレイッシュな発色になるのかなと思いましたが、まぶたの上にのせるとこんな感じで、全体的に寒色っぽいニュアンスですが、絶妙に暖かさも残るような程よいベージュブラウンといった感じの発色で、このカラーとても可愛いなと思いました。こちらにも先ほど塗った B のカラーと同様、微細なシルバーのパールが効いています。最後 D のカラーです。D のカラーはしっとりとしている粉質ということもあってか、手元で見た時もかなり高発色な締め色だなというふうに感じましたが、まぶたの上にのせてもこんな感じで結構しっかりと発色をしてくれるタイプですね。しっとりとしたテクスチャーなのでカラーが溜まってしまうということはないですが、発色がかなりいいので指というよりもブラシなどで塗った方がより塗りやすくは感じるかなという印象です。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。こちらもかなりしっとりとしている粉質なので、指で塗ってもこんな感じでカラーとまぶたの境目も綺麗に馴染んではくれますが、やはりとても発色が良かったので、こちらはブラシなどを使って塗った方が塗りやすいかなという印象でした。こちらは寒色系のダークなブラウンがしっかりと効いているベースに、このカラーにもシルバーの微細なパールがツヤっと輝きます。01番のパレットはクールベージュというカラーなだけあって、全体的に寒色系のニュアンスでまとまっているのはもちろん、どのカラーにもシルバーのパールが効いているのがとても可愛いなと思います。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは1番のサンドデューン全色を使ったメイクをご紹介していきます。
まず A のプライマーを指に取ってアイホール全体にベースを塗っていきます。このベースにもしっかりとパールとラメが効いているところがとてもいいですよね。続いて B のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。ベースなしでもとてもしっとりとしていて発色がいいタイプでしたが、ベースを塗るとこんな感じでよりまぶたにアイシャドウがピタッと密着する感じがします。やはりこちらのプライマーは油分感がなくさらりとした質感なので、パウダータイプのアイシャドウと組み合わせてもこんな感じでよれてしまうこともなくとても使いやすいです。プライマーと組み合わせると C のカラーに少しピンクの要素が加わってより柔らかいイメージになります。そのままディオールのバックステージアイシャドウブラシの S に戻って下まぶた全体にものせていきます。程よい陰影もついてくれるミディアムカラーですが、パールによるツヤが効いているので下まぶたに塗っても重くならずにすごく使いやすいと思います。続いて D のカラーをディオールのアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。しっかりと高発色のタイプだったので、締め色に使う際はこういった毛の密集している小さめのブラシで塗るとしっかりとカラーも乗りつつ綺麗にカラーをぼかすこともできます。最後に B のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンと重ねていきます。はい、こんな感じで1番のサンドデューン全色を使ったメイクが完成しました。今回 C のカラーを上下のまぶたにメインで使ってみましたが、 C のカラーは A のプライマーと組み合わせることでよりピンクのニュアンスを強く感じるような発色に変化したので、全体的に寒色の要素を感じるピンクブラウン系のアイメイクに仕上がったかなという印象です。やはり A のプライマーが油分感が抑えめでベタつきのないテクスチャーだったので、プライマーを仕込んでもパウダーがよれてしまったり溜まってしまうということはなく、しっかりとアイシャドウが定着している感じがしてとても使いやすい質感だなと思いました。高発色ですが全体的にしっとりとしているので重ねても重さがなく仕上がるところもすごくいいなと思います。全色を重ねることで1色ずつに入っているシルバーの微細なパール感の艶めきが増してとても上品です。引きで見るとこんな感じです。続いてクールカテゴリーの2色目、6番のキャビアパールです。まずは1色ずつ単色塗りでご紹介していきます。まずこちらプライマータイプの A のカラー。プライマータイプはこんな感じでパレットごとにプライマーのカラーも違うところもすごくいいですよね。質感は先ほどの1番のパレットと同じ油分感が抑えめなさらりと軽いプライマーテクスチャーですが、程よくまぶたに陰影がつくようなベースのカラーがついています。はい、A のプライマータイプはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみるとほのかに温かみも感じるようなヌーディーベージュのようなカラーがついていて、このカラーものすごく絶妙で可愛いなと思いました。そしてこちらにも微細なシルバーのパールがキラリと輝いています。プライマーですがミディアムカラーにもなってくれそうです。続いて B のカラーです。こちらはこの B のカラーを見てパープル系のアイシャドウをお探しの方が購入を決められることが多いとのことでした。パレットで見るとかなり鮮やかな印象ですが、まぶたの上にのせるとこんな感じでしっかりとカラーは楽しめますが、肌から浮く感じがしなくてとても使いやすくて可愛いですね。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとかなり鮮やかなパープルのベースにブルーのラメなども効いているので派手な印象になってしまうかなと思っていましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで
高発色のタイプなのでしっかりとカラーは楽しめますが、鮮やかさの中にも絶妙にくすみ感を感じられるからか、肌から浮いてしまうということはなく、とても可愛いカラーだなと思いました。そして指で塗ってもこんな感じで、ブルーのラメはそこまで目立つ感じではないですが、ふと顔を動かした時にキラッと輝いてくれる感じがアクセントになっています。上品なパープルカラーといった感じでとても可愛いです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。C のカラーはこんな感じで、しっかりと深みも感じられますが、他のカラーよりもパールによるツヤにも加えて、微細なラメのきらめきも感じられます。はい、3色目 C のカラーはこんな感じでした。もう少し寒色系寄りの発色になるのかなと思いましたが、実際にまぶたの上にのせてみるとこんな感じで、少しだけパープルの要素も感じるような温かみのあるレッドブラウンといった感じの発色でした。そしてこちらはミディアムカラーから締め色としても使えそうなくらいしっかりと深みも感じるカラーでしたが、パールによるツヤの他にもシルバーの微細ラメがキラキラと輝くので、まぶた全体に塗っても重い印象になりすぎないところがとても素敵です。最後 D のカラーです。こちらは1番のパレットの締め色と同様、やはりしっかりと発色してくれるタイプですね。こんな感じで粉質はとてもしっとりとしていて塗りやすいです。はい、最後 D のカラーはこんな感じです。やはり今回のパレットは先ほどの1番のパレットと同様、D のカラーは他のカラーよりもよりしっかりと発色をする締め色タイプでした。こちらの D のカラーも先ほどと同様の寒色系のブラウンカラーでしたが、そこまでグレーっぽいニュアンスに寄りすぎていないところが、反対に塗っている C のカラーや B のパープルカラーとの相性も良さそうです。パレットで見るとこんな感じで微細なラメが輝いていますが、まぶたの上にのせてみるとそこまでラメ感は感じにくかったです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では6番のキャビアパール全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず A のプライマーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらのパレットは見た目だとすごく寒色によっているパープル系のパレットなのかなと思いましたが、今塗っている A のプライマーカラーや C のカラーに温かみを感じるようなカラーがついていたので、とてもバランスのいい配色だなと思いました。続いて C のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。ベースのカラーと組み合わせることで、よりこの C のカラーの中に入っているシルバーのラメ感が際立ってツヤめきが増します。そのままディオールのバックステージアイシャドウを S にも取って下まぶた全体にも薄く発色させておきます。続いて B のカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。このカラーをメインに使っても可愛いなと思いましたが、あえてベースに深みのあるカラーをのせておいてポイントで使っていくとこんな感じで、よりこちらの絶妙なパープルのカラーが効いてとても大人っぽいメイクに仕上がるんじゃないかなと思います。深みのあるカラーの上にのせても発色がいいのでしっかりとカラーが乗ってくれますね。最後に D のカラーをブラシに取って上まぶたのまつげの際から少しだけぼかすようにして締め色として塗っていきます。はい、6番のキャビアパールは全色使ってメイクするとこんな感じでした。全体的に発色がしっかりとしているカラーでまとまっているパレットでしたが、パレットのイメージよりも意外と暖色系のニュアンスも感じるカラーも入っていたので、こんな感じで全色組み合わせても寒色系のパープル系には寄りすぎずにとても絶妙なパープルパレットだなと思いました。
組み合わせ方次第でいろいろなパターンが楽しめそうなパレットだなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いてはニュートラルカテゴリーから2色をご紹介していきます。まず1色目はこちら、9番のピンクコーラルシェルです。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてご紹介していきます。まずはこちら A のプライマー。こちらは1色目にご紹介した1番のパレットのプライマーカラーのようなホワイトに近い明るめのピンクのベースが乗るようなタイプですね。はい、1色目 A のカラーはこんな感じでした。ホワイトに近いかなり明るめのベビーピンクのようなベースのカラーでした。ただこちらにはシルバーのパールというよりもシャンパンゴールドに近いようなカラーのパールのきらめきを感じられるので、そういったところも寒色に寄りすぎていないニュートラルなカラーなのかなというふうに思います。続いて B のカラーです。こちらはこのパレットのメインになるような明るめのピンクカラーですね。他のカラーよりもパールによるツヤの他にも微細なラメの輝きをしっかりと感じられて、ツヤめきを感じられます。はい、B のカラーはこんな感じでした。ベースのピンクは黄みにも青みにも寄りすぎていないような中間的なピンクカラーですが、上からシルバー系のラメがしっかりと輝くので、このシルバーラメの効果で少し寒色寄りのピンクニュアンスに感じるかなと思います。とても可愛らしい印象のピンクカラーですね。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。こちらはパレットで見るともう少しベージュ系のカラーなのかなというふうに思いましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じでくすみ感のあるピンクカラーのような発色になりました。はい、3色目 C のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーだったので、シンプルなベージュブラウン系に発色するのかなと思っていましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、程よい深みの中にほんのりとオレンジのニュアンスも感じるような温かみのあるピンク系のカラーに発色しました。くすみ感があって深みがあるので、ピンク系のカラーを塗るとまぶたが腫れぼったく見えてしまうという方にも程よい陰影効果も得られてとても使いやすいと思います。最後 D のカラーです。 D はこんな感じでしっかりと発色する締め色タイプですね。パレットで見るとしっかりとラメが効いているように感じましたが、まぶたの上にのせてみるとラメはかなり微細で、そこまでギラギラしてしまう感じではないです。はい、最後 E のカラーはこんな感じでした。深みのあるパープルブラウンといった感じの締め色で、とても上品で大人っぽいニュアンスのカラーです。パープル系ですが、そこまで寒色にも寄りすぎていないので、反対側に塗っている少しオレンジのニュアンスも感じるような C のカラーとの相性もとても良さそうです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは6番のピンクコーラルシェル全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず A のプライマーを指に取ってベースに塗っていきます。続いて C のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらのカラーの程よくオレンジニュアンスも感じるような深みのあるピンクカラーがとても絶妙で可愛いなと思ったので、ベースにしっかりとのせていきたいと思います。そのままブラシにも取って下まぶた全体にものせていきます。続いて D のカラーをブラシに取って上まぶたのまつげの際から少しぼかすようにして締め色として全体に塗っていきます。
最後に B のカラーを指に取って、上から全体にピンクを重ねていきます。はい、こんな感じで9番のピンクコーラルシェル全色を使ったメイクが完成しました。ベースはオレンジニュアンスを感じるようなピンクのカラーの上にパープルプラウンを締め色にしっかりと塗っておいて、温かみを感じるようなニュアンスに仕上げておいて、上からピンクの明るめのラメカラーをのせることで温かみと明るさのバランスをとってみました。この上から重ねたピンクカラーが顔を動かすたびに上品なパールとラメの艶めきを感じるところがとても素敵です。引きで見るとこんな感じです。続いてニュートラルタイプの2色目はこちら、10番のシーグラスです。まずは1色ずつ単色塗りでカラーを見ていきます。まずこちら A のプライマーです。こちらのプライマーカラーにはしっかりとしたベージュゴールドのようなベースのカラーがついていて、さらに上からゴールドのラメを感じられます。プライマーというよりもミディアムカラーとしても使えそうです。はい、1色目 A のプライマーはこんな感じです。今までにご紹介した3色の中で一番しっかりとカラーを感じられるプライマータイプでした。この大人っぽいベージュ系のゴールドカラーがとても素敵です。続いて B のカラー。こちらはパレットを見たままのカラーがそのまままぶたにしっかりと発色してくれます。他のカラーよりもパール感やラメ感が抑えめで、ふんわりとしたソフトマットに近いような質感です。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。パレットを見たままのようなふんわりとした抹茶カラーのベースに指で重ねていくとシルバーのラメが角度によってキラッと輝きます。こういったグリーン系のカラーは今季の新作のアイシャドウパレットの中でもなかなか珍しいですよね。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。パレットで見てもしっかりとラメのきらめきを感じるようなカラーですが、まぶたの上にのせてもこんな感じで、ベースには深みのあるカラーが発色しつつ、上からゴールドやシルバーなどの大粒ラメのきらめきを感じられます。深みがあるので、そこまでグリーンのカラーが主張しすぎないところも使いやすそうです。はい、3色目 C のカラーはこんな感じです。こちらもしっかりとグリーンのカラーが発色してくれますが、カラー自体に程よい深みがあるので、強いグリーンというよりも馴染みのいいカーキといった感じで、とても取り入れやすいカラーなんじゃないかなと思います。ベースはふんわりとしたマットに近いような質感ですが、上からシルバーやゴールドの大粒ラメがキラリと輝いて、程よいラメ感も演出してくれます。最後 B のカラーです。こちらのカラーはパレットで見ると B や C のカラーよりもブルーのニュアンスが効いているような深めのグリーンといった感じでした。まぶたの上にのせるとこんな感じで、こちらも反対に塗っている C と同様かなり深みがある発色なので、他のグリーンよりも青みは感じますが、派手な印象になりすぎなくてとても大人っぽいです。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、少し青み要素もあって深みのグリーンで使いにくそうかなという印象ですが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じでかなり深みがあって、程よく青みも感じますが、とても馴染みがいいので、ブラウン系の締め色の代わりとしても使いやすいようなカラーなんじゃないかなと思います。パレットを見ると全体的にグリーン系でまとまっているので、一見難しそうな配色に感じますが、どのカラーもとても馴染みが良くて使いやすいところもさすがクレドポーボーテだなという感じの色出しです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは10番の C グラス全色を使ったメイクをご紹介していきます。まずは A のプライマーを指に取って、
アイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらのカラーはプライマーというよりもベースに塗るミディアムカラーとしても使えそうな発色だったので、今回はこちらのカラーをしっかりと塗っていきたいと思います。続いて B を指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで塗っていきます。ベースのベージュゴールドのカラーと組み合わせることで、よりこちらの抹茶カラーに黄みが増して軽やかな印象に仕上がります。ベースのツヤ感とこちらのふんわりとした質感が合わさる感じもとても可愛いです。続いて D をブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。全体に塗っている B のカラーのグリーンのニュアンスは壊さずにしっかりと締め色効果を発揮してくれます。最後 C をブラシに取って下まぶたのまつげの際にセーターと上まぶたのまつげの際にものせていきます。はい、10番の C グラス全色を使ったメイクが完成しました。全体的にグリーン系のカラーでまとまっているパレットでしたが、全色を組み合わせてもこんな感じで、そこまで派手な印象になりすぎなくて、とても大人っぽい落ち着いたグリーン系のメイクが楽しめるような配色でした。今回 A のプライマーのカラーがベージュゴールドのようなカラーがしっかりとついていたので、このカラーもとてもよくアクセントになっているなと思います。ブラウンやピンク系などの王道なカラー以外にも挑戦してみたいという方におすすめです。引きで見るとこんな感じです。それでは最後、ウォームカテゴリーから2色をご紹介していきます。1色目はこちら、2番のビーチペブルです。こちらのカラーも全12色の中の人気色上位のカラーとのことでした。まずは A のプライマーです。こちらはこんな感じでホワイトカラーがベースのプライマーですね。はい、A のプライマーはこんな感じでした。他のパレットのプライマータイプはこういったホワイト系の自然なカラーでもパールやラメ感が効いているアイテムが多かった印象ですが、こちらの2番のパレットのプライマーには特にパールやラメなども感じにくいので、なるべくパール感やラメ感を抑えたままカラーの発色や持ちを良くしたいという時にも使いやすそうです。続いて B のカラー、とてもしっとりとしていてパールによるツヤをしっかり感じられるようなウォームベージュカラーですね。とても肌なじみがいいので、カラーがつくというよりも自然なパールによるツヤ感が乗るといった感じの質感です。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみるとこんな感じでかなり肌なじみがいいカラーですが、指で何度かしっかりと重ねていくと少し温かみの要素も感じるような、まさにウォームベージュといった感じのカラーがうっすらと発色します。その上に肌なじみのいい同系色のパールと微細なラメの艶めきも感じられます。ベーシックに使いやすそうなカラーです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。こちらのカラーは手元で見た時も特にパールによるツヤやラメ感は感じにくいなと思いましたが、まぶたの上にのせてもこんな感じでしっとりとしていて軽やかなソフトマット質感といった感じの発色です。こちらもベーシックに使いやすいようなカラーと質感ですね。はい、3色目 C のカラーはこんな感じでした。パールやラメ感は感じないふんわりとしたソフトマット質感で、カラーもベーシックなウォームブラウンという感じなので、オフィスメイクなどにも取り入れやすそうなオーソドックスなカラーですが、よく見るとほんのり柔らかいピンクのニュアンスも感じるようなベージュブラウンといった感じの発色なので、ベーシックにも使いやすいけれど少し柔らかさのあるカラーニュアンスがとても絶妙です。
このカラー個人的にもとても可愛いなと思います。最後 D のカラーです。 D のカラーはこんな感じでシメールとしてしっかりと発色をしてくれるタイプですが、パレットでもしっかりとラメ感を感じられるので、指でのせていくとこんな感じでゴールドのラメがキラリと散りばめられるような仕上がりです。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。他のパレットの D のカラーよりもカラーが濃すぎないので、シメールとしてももちろんですが、ミディアムカラーとしても使いやすそうな発色でした。こちらも反対に塗っている C のカラーと同様、柔らかいニュアンスのベージュブラウンといった感じのベースの上に、ゴールドのラメがキラリと輝く感じがとても可愛いです。それでは2番のビーチペブル全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず A のプライマーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらのプライマータイプにはパールやラメ感があまり効いていないので、アイシャドウの質感を邪魔せずに使えるところがとてもいいなと思います。続いて C のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このふんわりとしたマット質感とピンクのニュアンスも感じるベージュブラウンのカラーがとても可愛かったので、しっかりと発色させていきます。続いて D のカラーをブラシに取って、上まぶたの目尻3分の1にシメールとして塗っていきます。ベースに全体に塗っている C のカラーと同系統のカラーですが、こちらの D の方がよりシメール効果を発揮してくれるのと、ブラシで塗るとかなり自然ですが、ふとした時にゴールドのラメがきらめくのもアクセントになって可愛いです。最後に B のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。そのまま上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで、上目の中心あたりにのみのせていきます。はい、9番のビーチペブル全色を使ってメイクするとこんな感じでした。こちらの9番のパレットは全体的にパールによるツヤめきやラメによるきらめきが控えめなカラーが揃っていましたが、全色組み合わせてみてもこんな感じで、ラメ感やツヤ感は抑えめなのにしっかりと目元に陰影がついているのと、カラー自体はかなりベーシックなモーブベージュ系という感じでまとまっていますが、やはりベースにしっかりと発色させた C のカラーに少しピンクのニュアンスも感じるような絶妙カラーだったので、ベーシックですがとてもおしゃれなベージュ系に仕上がっているなと思いました。こちらはウォーム系のカラーがお好きで、ベーシックなパレットを一つ持っておきたいという方にかなりおすすめだなと思います。引きで見るとこんな感じです。それでは最後のカラーです。こちら8番のウォームオーシャンサンセットです。こちらのカラーは予約と発売日当日の段階で12色の中の一番人気のカラーとのことでした。まず A のプライマーです。こちらのプライマーはこんな感じで、パレットで見る感じだと少し明るめのオレンジピンクのようなカラーがついているのかなというふうに思いましたが、まぶたの上にのせてみるとホワイトに近いような明るめのカラーが乗るタイプでした。はい、まずは1色目 A のプライマーはこんな感じでした。他のカラーを邪魔しないような明るめのホワイト系で、ラメは感じにくいですが微細なパールによるツヤを感じられるようなタイプです。続いて B のカラー、2色目はこんな感じで、反対に塗っているプライマーと同じくらいしっとり感を感じるような粉質です。こちらはパールによるツヤと微細なラメによるきらめきの両方を楽しめるようなツヤカラーですね。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少しくすみ感が強いピンク系かなというふうに思いましたが、
まぶたの上にのせてみると、程よいくすみ感は感じますが、少しパープルのニュアンスも感じるような明るめピンクといった感じの発色で、目元に明るさを出してくれるようなカラーです。そして顔を動かすと、シルバーの微細なラメが白っぽく光る感じが、より透明感をアップさせて見せてくれています。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。パレットで見るよりも、よりしっかりとオレンジのニュアンスを感じられるような発色です。また、柔らかいオレンジピンクといった感じで、とてもトレンド感があるカラーですね。はい、3色目 C のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少しピンク寄りの発色かなというふうに思いましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、パレットで見た時よりもよりオレンジのニュアンスをしっかりと感じるような柔らかいピンクオレンジという感じの発色で、このふんわりとした質感といい、柔らかいピンクオレンジカラーといい、とてもトレンドを抑えたカラーだなというふうに思います。顔を動かすとゴールドの微細なラメがキラッと輝くところも素敵です。最後に D のカラーです。しっかりと指名色効果を発揮してくれるような高発色なタイプですね。こちらは温かみを感じる深めのピンクパープルといった感じで、このカラーもとても今っぽいなという印象です。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。温かみを感じるような深めのパープルニュアンスが効いているピンク系の発色で、反対側に塗っているピンクオレンジのカラーとの相性もとても良さそうです。そしてこちらは高発色なカラーのベースに、顔を動かすとかなり微細ですが、オレンジやピンクのラメがキラッと輝く感じがアクセントになっています。一番人気なのが納得なくらいとても今っぽいカラーですね。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは最後、8番のウォームオーシャンサンセット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず A のプライマーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて C のカラーを指に取って、アイホール全体にのせていきます。今回はこのメインのオレンジカラーをしっかりとのせていきます。プライマーと合わせることで、この C のカラーのふんわり感の中に絶妙なパールのツヤが加わって、より可愛らしい印象に仕上がります。続いて D のカラーをブラシに取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。この2色のグラデーションがとても今っぽくて可愛いですよね。下まぶたのまつげの際にのせていきます。上まぶたにしっかりとピンクオレンジのカラーをのせて、少しふんわりとしていて可愛らしい印象に仕上げたので、下まぶたにはあえてこちらの締め色をしっかりと塗って、少し大人っぽさを出していきます。最後に B のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、ではこんな感じで8番のピンクオーシャンサンセット全色を使ってメイクするとこんな感じでした。今回はオレンジピンクのカラーをしっかりと発色させたので、可愛らしい印象に寄りすぎないように、パープルニュアンスの効いたピンクカラーをしっかりと目尻に締め色と下まぶたにも発色させてバランスをとってみました。この温かみのある柔らかいカラーに、どこか色っぽさも感じるようなパープル系のカラーを組み合わせるところがとても今っぽいですよね。ふんわりとした質感と微細なパールやラメによる艶めきのバランスもとてもいいです。引きで見るとこんな感じです。
いてはこんな感じで、7月21日に約9年ぶりにリニューアルをしたレドポーボーテのオンブルクルールクアドリ全12色の中から人気色6色をご紹介していきました。今回のアイシャドウはスキンケア発想のトリートメントアイシャドウと言われているだけあって、パウダータイプもクリーム質感のプライマーと同じくらいしっとりとしていたり、撮影中に何度かアイシャドウを塗り直ししていても全く負担感を感じなかったので、パウダータイプのアイシャドウを塗るとパサついてしまうのが気になるという方や、粉っぽさが苦手という方にもとてもおすすめです。そしてクール、ナチュラル、ウォームの中から人気色をそれぞれ2色ずつご紹介させていただきましたが、どのカテゴリーもしっかりとカラーは楽しめるのに肌なじみの良さも計算されていて、ものすごく使いやすいカラーばかりでした。とても人気のアイシャドウとなっておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。